なたを貶めたこの方はね、あなたを理解者として認識してる。よく見てるよね。しかしね、真逆の可能性を信じて現世を生きてる方だよってメッセージ来る。カルマが似てるんだろうね。出会った時は運命的な感覚っていうのがあったんじゃないかな。あなたはとても苦しいんだよね。今も多分苦しんでるっていうのが見える。初めに運命を感じてしまったがために抜け出せなくなって背負いきれなくなってる。この方はあなたを見下すことで自分の奥深いところにあるね、カルマと向き合うことを避けてる。あなたをいじめること、支配することで自分の弱さを忘れることができる。二面性があるし、自分の中にある矛盾にもなんとなく気づいてる方じゃないかな。で、まだ今の関係性を保ちたい。あなたはもう、この方から離れたいか、もしくはもう離れているかもしれない。ただあなたを離さまいとね、見てらっしゃるよね。やっぱこの方もあなたがね、去ろうとすると、もうお前しかいないんだって、俺のことを理解できるのはお前しかいないっていう、そういう泣きが入る方かな。そんな風に見えるね。だけど苦しめられたっていうのがものすごく出てるよね。自分の責任だなんて自身を責めちゃってるんじゃないかな。この方になんか天罰が下るとなると、本当に天罰、大きな、罰が当たるんじゃないかな。高次元からの力っていうのを感じるね。あなたはやっぱりね、自分の道を歩み出すべきだよ。この方はね、あなたにとって最大のやっぱり理解者。あなたも彼の理解者だし、この方にとってもあなたが理解者だよって。だけどもう気づいてるよね。今まで何度も手を差し伸べてきたし、貢いだって言い方もなんか古めかしいかもしれないけど、いろんなものを捧げたんじゃない。この方のために献身的に努力したっていうのが見えるんだけど、もうやっぱり外向いちゃってるよね。未来の方向にやっぱ気持ちが向いている。一方この方はいまだに自分の自爆が、あなたにその効力を発揮していると踏んでるんじゃないかな。高をくくってると思う。今離れた場所にいるんだったらものすごく強い、念をあなたに送ってるだろうね。
いまだに自分がかけた呪縛、もしくは自分が描いた結界っていうのは、あなたにその影響力を与え続けているって。相当打ちのめされてね、ボロボロになって、だけどあなたは非常に献身的な努力、この人がひょっとしたら本当ね、運命の人じゃないか、私にとっても、そしてこの方にとっても必要な人なんじゃないか、私がいなきゃダメなんじゃないかっていう、そういう気持ちっていうのが、とても高い次元にまで到達して、雲の上のね、高次元にこう到達して、そこからとても高い次元から、天罰って、本当の天罰がこの方に下るよっていうね、メッセージが来る。その罰が当たったらね、この方はね、もう焼き滅んじゃうだろうね。何でもかんでもツインレイとかね、あんまりこう簡単にツインレインっていう言葉を出すの良くないかもしれないけど、ひょっとすれば今世においてとても大きな課題を互いに持っていた、でその原動力がとても似ているっていうメッセージが来るんだよね。だけど結局真逆の方向へ向いてしまう。あなたは本当の幸せっていうのを気づいてるんじゃないかな。本当の幸せを得るためにはこうしなきゃいけない。だけどこの方は、あなたがどれだけそう言ったとしてもね、もう聞く耳を持たない。ひょっとすれば口では分かったって言うかもしれないけど、やっぱりなんて言うんだろうな、自分が持ってる業と向き合うことができないんだよね。それができない限りは絶対に幸せになれない。だからそれを分かってるんだよね。だけどね、あなたがね、神聖なレベルにね到達しようとするとね、この方はもうあなたの足掴んで離さないと思うよ。もう行かせるものかって。だからあなたをね貶めてね、痛めつけて、自分と同レベルのところにつなぎ止めておかなきゃならないんだよね、この方からしたら。あなただけは行かせないぞって、俺はまだ生きたくないんだって、自分の一番の弱さと向き合いたくないって、そこから目をそらしてね、そっぽ向いて生きてること、そういう人生でいいんだって。だからとても短絡的な幸せっていうか、満足を求めてるだけの人生だよっていうメッセージが来るよ。だけどそれはこの方にとっても今世の課題ではないんだよね。だけどもそもそも向き合う気がない。さらにはあなたもこの方と一緒になってる以上、その一緒になるっていうなんか理由があるとは思うんだけど、さらにはあなたの上昇をね阻むようなことまでしてる。高みへ向かうあなたを捕まえてね、脅かし汚すことでね、優越感に浸ることを愛だとね嘘吹いて、その場限りの満足をね、幸せとね勘違いしたまま生きてる。
だからそんなところにあなたももう随分付き合わされて、まあボロボロだね。大変だと思う。岩永姫、傷ついたかな。あなたがやっぱりもうほんとなんかボコボコにやられたかもしれないね、傷ついて。だけど偉いよ。それでもね、自分らしさ、良きことっていうのを見失わないでね、そういう力すごく感じるから、まあね、この方にはやっぱりね、本当の天罰が落ちます。あなたの想念が高次元へと昇華してね、天罰が下るでしょう。この方はね、悪は悪のままで、そのままね、もう燃え尽きちゃって、焼かれちゃってね、灰も残らないよってメッセージ来るよ。来世はね、宇宙の闇のパートに還元されちゃう。半永久的にね。それでもね、自我、この場合も真我と言っていいのかもしれないけど、全く自分がなくなるわけではないから、不穏と苦痛と不安、ね、そういう中でもうずっとね、半永久、もうほぼ永久、宇宙のね、暗黒パートでさまようだろうね。ちなみにね、あなたは悔しかったら来世はもう一度人間界に戻ってくるといい。もしもうね、その悔しさも許せるんだったら6度を離れるっていうメッセージが来るよ。大きな運命の力が働きます。相当横着な方だったのかな。あなたを窮地に追いやったっていうのは出てるんだけど、ただとても怒ってるっていうメッセージが来るんだよね。でもあなたの中でケリがついてる。結構多くのことを期待したのかもしれないね。あなたの求めすぎる気質を見抜かれていたかもしれない。あなた自身も絶対傷つきたくはないっていう力を感じる。実際にはものすごく痛めつけられてるんだけど、その様をこの方に見せたくはないのかな。だから自分で早々に打ち切っているっていう、そんな構図が見えるよね。やっぱとても期待してたし、自分の中の満たせない部分っていうものを満たしてくれる人だったっていうメッセージが来る。あなたがすごくこの方に期待してることなのかな。課題に
期待してることに関してもう全くそっぽ向いちゃってるんだよね。この方は霊的世界とか全く信じてない人なんじゃないかな。旅の恥はかき捨て、人生は旅だから、もう人生ワンウェイドライブで、もういくら恥かいたっていいんだそんなのって。あんまり人の気持ちを考えない人かもしれない。自分のことばっかり。自分が良ければ周りはどう思っててもいいって。だからあなたはいっぱい考えてて、深いところでこの方に期待しても多分全く意に介さない人なんじゃないかな。恥をかくことをね恐れないっていうメッセージが来る。とても仁義を欠いた人だよって。適当になんか口ではねこう調子を合わせて、あなたにとってとても大切なことを簡単に裏切っちゃう人だよって。であなたもその傷つきたくないっていう気持ちすごく強いから、その辛い自分をこの方に見せたくないっていうメッセージが来るね。だ結構もう見限ってるかもしれないね。だこの方天罰当たるか、天が罰を与えるまでもなく、あなたの生き量が罰を与える可能性が高いね。だけどこの方も基本、ここまで言うと言い過ぎかもしれないけど、吉ぶどうを生きてるような人、もうダークサイドに落ちちゃってる人、もう人生は旅の恥はかき捨てと思ってる人だから、だから来世なんかないと思ってるの。我々はもう物質的な存在でしかないって。だから結構もう闇の住人なんだよね。だからあなたのさこう怨念がこの方に降りかかっても結構気づかないかもしれないね。ひょっとしたらもうこの方体調悪いんじゃない？この方の心身身辺結構あなたの念でやられてるっていうのは見えるけどな。その場限りのさ場当たり的な享楽的な喜びのみを求めて生きてるから、自分と向き合う時間がないからなかなか気づいてないかもしれないけど、この方の心身身辺が結構崩れ始めてるよってメッセージが来る。でかたずな生き方をすることに力を見出してるのかもしれないよね。闇落ちすることに闇落ちしてこうエネルギッシュになるみたいな、なんかこう闇に紛れることで力を感じるみたいな。だけどこの方の皇族体はもうボロボロになってるよ。ひょっとすればあなたはこの方のそういう気質も見抜いてるかもしれないね。助けてあげることもできたでしょ。だけどもう止まらないんだったらそのまま生きなさいっていうような、もう見限った心境なんじゃないかな。やっぱりもう一つ骸骨さん出てきたね。終わりが。あなたはもうなんか自分の中で見限ってて、この方の転落を、楽しんでるかもしれない。あまりのめり込みすぎない方がいいとは思うけど、そうかもしれないね。あなたも自分が傷ついたことをこの方に理解してもらえてないから、多分だからもう本当になんか見捨てたんだろうね。
あなたの怨念にさ、この方がこう焼き切られたとしても、この方はね、改心更生しない。何とも思ってないんじゃないかな。太く短く生きたい。それぐらいの感覚かもしれない。長生きしたってしょうがないみたいな。今が楽しければいいって。まあ社会人として体裁よくやってたとしてもね、魂の成長がない人なんだよね。それは現世一代限りって考えてたら、まあ、魂の成長なんかできるわけないからね。今世限りなんて思ってた。だけど我々がただ肉体だけのね、存在ってことはありえないからね。我々が今こう私たち人類が織りなしたこの今見てる社会が全てだなんてこと絶対にそれはないから、宇宙がなければ地球がないようにね、地球がなければ我々が存在しえないように、我々もまあ宇宙の要素だから、宇宙の法則のまあ一要因で過ぎないからね。まあそれでも地球の上でね、こう文明を築いて今の社会の中で生かされてるわけだけども、ただこれが全てってことは絶対ないから。だけどこの方もなんか現世一代限りって感じで生きてる方だね。あなただけど面白くてたまんないんじゃない？もうこの方が落ちてく様が。この方ももう言うんじゃないの？もう落ちてく己を否定はしないなんてね。悪乗りして本当落ちてくかもしれないって。あなたが心配だ本当。あんまりのめり込みすぎると良くないね。辛い思いしたってのはねわかるけど、復讐がさゲームになっちゃうと良くないね。強いの来たなブラフマ。まあ泥の中に咲くハスの花かな。泥の中からこう生え入れて、ね、美しく咲くハスの花のパワー。怖いね、あなたの怨念のパワーがそこまで美しく咲くっていうぐらい。この方叩き潰すつもりだね。だけどね、やっぱりね、これ以上この方にね構っちゃダメ。もう構う必要ない。崩れ去っていく。これ以上ねとらわれるとあなたも魔道に落ちる。あなたの念はね、この方のね骨身に染み込んでるよ。もうしっかりこの方の皇族体をね破壊する。人生はそもそも真の意味でね成就させる気がないから、あんまりだけどのめり込みすぎるとね、この方の同じ墓に入ることになるよ。物理的にね。日本は火葬されるけど、火葬されてさ、菜箸でつままれてね、骨壺の中入ってさ、最後お骨同じ墓入っちゃうから、あんまりねのめり込みすぎない方がいいと思う。あなたの復讐のパワーはすごいよ。神様がね天罰を下すまでもないって。天声が聞こえるよ。
一目惚れっていうのが伝わるね。もうあなたを見た時から、あなたは絶対に得なければいけないっていう、そして得たというのが、見える。もう好きで好きでたまんないんじゃないかな。もうあなたを女王様として自分のね、王妃として扱ってる。神格化してるようなね。ただあなたからすると多分心ここにあらずっていう風に見えるんじゃない？自分が物として扱われてるような。初めのうちとか、もしくははためにはとてもラブラブに見えるかもしれない。この方はあなたを本当に愛しているっていう風に見えるかもしれない。ただたまに取りつかれたように、例えば表現するとか、あなたをひどく痛めつけるとかね、何か違和感を感じる。ひょっとすればこの方が過去に母親とか自分のお姉さんとか妹とかね、解消できてない問題を解消する気がないまま大人になっちゃってるんじゃないかな。でそのフラストレーションをあなたとの関係性で再現し、そして憂さを晴らしてる。でかつあなたを自分のもとにね置いておくことで、安心感を得てる。とても物質的な安心感だよね。あなたからするとすごく不思議に思う瞬間があるんじゃないかな。とても不気味で、この人が全く赤の他人に見える。あれ別人になっちゃったのかなとか、中身が入れ替わっちゃったのかなって、そんなメッセージが来るよ。生活の中のね、おおよそではあなたのことをとても愛している。だけれどもある瞬間に中身がすり替わってしまって、まるで表現したような態度を取るよってメッセージが来る。表向きはね、とても正常を装っているから、多分周りに相談してもあなたが悪者になっちゃうんじゃないかな。何度も何度も相談しても周りがあなたのことを狼少女と思っちゃうかもしれないね。不気味な呪縛だよね。あなたを失うと、この方は終わるだろうね。今でもそうだろうけど、この方の中で急速にあなたという存在を神格化するんじゃないかな。そうしないと生きてられない。この方が正気を保ってられないから。今もうこの方と距離を取ってるんだったら追ってくるんじゃないかな。自分の存在意義を脅かされる、もしくは生命の危険すら、それは錯覚なんだけど感じるかもしれないね。だからあなたを追ってくる。もし完全に逃げ切れる場所にいるんだったら、この方の中で急速にあなたの神格化が始まる。そうしないと生きてられないから。巧みな術師ではあると思うよね。
まあ術と思ってやってるわけじゃないだろうけど、そこはまあ無意識に、ね、そのように振る舞ってるんだろうけども、あなたをうまくはめて自分の望むように、望むところにあなたを捉えたっていうのが見えるよね。あなたを失うわけにはいかないと。だからなんていうかな、あなたのその幻影に、もしくはあなたに投影している幻影に取りつかれてるうちは、この方は幸せなんじゃないかな。あなたからしたらもう不気味でならないと思うんだけど、この方が密かに隠し持ってるカルマのはけ口、その業払いのスケープゴードにされちゃたまったもんじゃないよね。そうだな。だけどまああなたがやっぱりこの方の元から去ることがこの方にとっての致命的な、天罰になるかな。この方の術中をね抜けること、この方のかけた術洗脳を破壊して、この方のね敷いた結界から抜け出すことが、この方を懲らしめることだと。まあ追ってこれる距離にいるんだったら追うだろうけれども、もう追えないと分かったら、もう滅ぶね。どうかな、酒に溺れるかもしれない。空ボトルの底から覗いたような世界にあなたという神を拝み続けるんじゃないかな。もうその時あなたが本当に神様に見えるよ。仏様に見える。憑依されてるうちが花の人だよ。キリン様ってことは動物霊がね、動物になんか憑依されてるのかもしれんね。変美か狐か、なんか動物霊に取りつかれてるかもしれんね。この方の憑依解けたらね、キリンさん出てくると動物霊逃げてっちゃうと思うからね。この方丸腰になっちゃうと思うね。その時自分が抱えてる問題と向き合わなきゃいけない。それと向き合うことがとても怖いんだよね。この方にとっては死同然なんだよ、それが。この時、完全にこの方は滅ぶだろうね。どう？この方を生かすも殺すもあなた次第。いや、あなたの変化心次第だ。この方が勝手に神格化したね、女神となったあなた次第。優しい気持ちがあるんだったらもうちょっと夢見させてあげる。もう本当に許せないんだったら、ね、酒ボトル取り上げてシラフに しちゃえばいいかもしれない。シラフにしちゃえばこの方はシャレこべになっちゃうよ。どうですか？それでも天罰与えますか？